ホラー話、なんかあるかの？今日も始めていくぞ。今回のラインナップはこんな感じだ。歴史とか、昔の話なのかな？早速確認しよう。私が体験した怪談は、怪談というよりは予知夢とも言えると思います。私は幼稚園くらいの時にちょっと興味深いというか不気味というか、なんとも言えない変な夢を見ました。当時幼稚園児くらいだった私が忘れずに覚えているくらいですから、どれだけインパクトが強い夢なのか察していただけると思います。その夢は、なぜか私が小学校に通い始めてから、毎日通る通学路の一部が背景になっていました。その道には竹やぶと墓地があり、当時幼かった私はできれば一人で通りたくない場所でした。夢の中ではそこで誰だかわからない人の葬式が行われていて、私は参列者の一人のような感じでした。ただ、その夢で一番インパクトが強かったのはお墓や葬式ではありません。私が一番忘れずに覚えていたのは、その当時は誰だかわからなかった夢の登場人物です。その人は車椅子に乗った中年くらいの男性でした。顔をはっきり覚えていて、なぜかずっと忘れられませんでした。その人に夢の中でひどいことをされたわけではないのですが、どうしても頭に残って離れなかったのです。おそらく、その当時の私は車椅子をほとんど見たことがなかった。というのが忘れられない原因かと思いましたが、それだけではなくその男性の目がギョロッとしていて、充血していたことに恐怖感を感じたのだと思います。その夢を見てから約35年後、私は信じられない体験をしました。それは、その時に毎日聞いていたラジオの、パーソナリティの画像を見た時のことです。その人の顔は、私が幼稚園の時に夢で見た、見知らぬ男性の顔のように見えたのです。そのパーソナリティの顔をパッと見ただけで、私は数十年前に見た夢のことを思い出したくらい顔が一致していました。ただ、そのラジオパーソナリティは年齢が30代だったので、ちょっと若いようにも感じましたが、どうしても夢の中で見た顔に見えて仕方ありませんでした。その後私はそのラジオパーソナリティの SNS を見つけ出し、まずはフォロワーになりました。そして、思い切って声をかけてみたのですが、なぜか初めて会ったとは思えないくらい向こうも私に心を開いてきました。そのパーソナリティはそこそこ人気があり、支持者は多いです。そんな中で目立たない私が声をかけたとしても、無視されるのが当たり前だと思いますが、そんなことはなくすぐに話が弾んで仲良くなれました。今もそのパーソナリティとは仲が良く、良い友達関係を築いています。なんでこんなことになったのか私にもわかりませんが、あの夢を見ていなかったら、ラジオパーソナリティが気になることはなかったはずです。あの夢は、将来良い友人に出会う、という、暗示をしてくれていた夢だったように思えて仕方ありません。35年前の夢が現実の友人と一致する。一見、いい話に聞こえるけど、俺にはこれが最も不気味に思えるな。素敵な再会じゃない？幼稚園の頃から将来の親友を予知してたんでしょ？注目すべきは、夢の中の葬式と、男の充血したギョロッとした目だ。そのパーソナリティが、本当に友人として現れたのか？ちょっと待ってよ。向こうもすぐに心を開いてくれたって。語り手さんも言ってたよ。だからこそ、だ。初対面で異常に心を開くのは、相手がこちらの空席を知っているからだ。35年前に打たれた杭なんだ。それでも私は、あの夢は暗示のような明るいものって、信じてみたいな。これは、私が幼い時に姉と体験した話です。私のおじいちゃんは F 県の T 村に住んでいて、夏休みにはよく家族で旅行をしていました。
この出来事を大人になって思い出した私は、ふと親にあの時のことを話していました。それはおじいちゃんを含めての夕食時でした。お茶がなくなったため親と姉が台所へ取りに行き、私もついでにジュースを頼もうと台所の方を向きました。しかし、姉は台所の真ん中付近で急須を片手にして立ち止まり動きません。何をしているのだろうと思い、台所まで行ってみました。そこで私が目にしたのはインパクトのある人でした。なんと、姉の前には大きな体格の男の人がぼーっと立っていたのです。とても大きな体格の良い人で、まるでプロレスラーのようでした。格好も特徴的で今でも覚えていますが、髪は短く身なりは稲でできた藁を腰に紐で巻きつけていました。紐にはところどころどんぐりがついていました。私はその大男の姿を見てびっくりしてしまい、親の方へ逃げて、台所に変な人がいる、と騒ぎ立てました。が、台所まで親を連れ行ったものの、そこに立っている大男は見えていないらしく、ふざけるんじゃない。と頭を叩かれました。私が台所に戻った時には、姉はびっくりしていたのは最初だけで、意外に落ち着いていました。そして大男に話しかけたりしていました。大男もボソボソと何か姉に言いました。私には何を言っているのかわかりませんでしたが、姉にはその言葉が通じたみたいで、お茶の葉っぱが欲しいんだね。というと、急須の出し殻を大男の手に渡しました。大男は、ちょっとずつ出し殻を食べ染めました。私はその時、お茶の葉っぱって食べれるんだ、と思いました。私たちはただ大男がお茶の葉っぱを食べているのを見ていました。すると突然耳障りが襲いかかり、私も姉もだんだん頭が痛くなってきました。ついには姉が倒れ、私も倒れました。目を覚ました時には、不思議なことに、私も姉も見たこともない古い神社にいました。その神社はとても古く、2匹の狐の大きな石像が印象的でした。さらに不思議だったのが、見た光景すべてが白黒なのです。また音も風も全くありません。唖然としていると、遠くの方から誰か人の気配がしました。私たちが怯えて警戒していると、現れたのは先ほど台所にいたお茶の葉っぱを食べる大男でした。大男は私たちを通り過ぎて、神社の扉を開け中に入っていきました。ただ神社の中へ入っていく大男を見ていた私たちでしたが、また耳鳴りと頭痛が来て次第に意識がなくなりました。次に意識を取り戻した時、私たちはおじいちゃんの家の外の玄関で横になっていました。親は私たちが台所から突然いなくなったので、近所を随分と探していたようです。なのでその時、私も姉も随分叱られました。しかし親は続けて、思い出したようにこう言うのです。あの時、あなたたちの下に藁が敷かれていて、どんぐりの木の実と稲も一緒に置いてあった。実はお母さんの妹も、同じような体験をしたことがある。なんと母親の妹さんも、似たような体験をしたというのです。その時は1週間ほど妹さんが突然行方不明となり、村中が大騒ぎになりました。しかし急に帰ってきて、家の玄関先には、どんぐりと稲が置いてあったというのです。私たちのように大男を見たり、神社にいたという話はないようで、母の妹さんには行方不明になっていた時の記憶はありません。不思議なこともあるもんだ、と思っていると、親はさらにおじいちゃんの村について色々話してくれました。そぬティー村は、よく小さい子供がいぬくぬる村だったそうです。
昔にはテレビでも話題なほど大きく取り上げられた誘拐事件があったそうで、夜は子供を外に出さないように注意していたみたいです。それに、その村は昔から不思議な出来事が起こっていたそうです。夏になると庭の木に蛇が、うじゃうじゃ、と這い上がっていたり、親が子供の頃は、大人には見えない、座敷わらしが見えていたと語ってくれました。夏になると肝試しでお墓へ行っていたと言います。そこのお墓は今では珍しい土葬、今ではやっていません。で、私もおじいちゃんに連れられてお墓参りに出かけていました。肝試し中には、よく火の玉を見かけていたのだそうです。そして、P 村で絶対に行ってはダメなところも教えてくれました。そこはおじいちゃんの村の山奥にある神社で、昔から神隠し伝説があるそうなのです。確認したわけではないのですが、なんとなくその神社に、私と姉は、行っていたのではないかと思っています。大男と神社の関係はわかりませんが、神様か何かだったのではないでしょうか。藁を巻いてどんぐりをつけた。プロレスラーみたいな大男。これだけで情報量がすごいね。印象としてはこれ以上なく強いな。お茶の出がらしを食べるなんて。なんだか山の神様みたい。あるいは土地に縛られた存在か。姉が倒れて白黒の世界に飛んだのは、認識があちら側に同期した証拠だ。お母さんの妹さん。つまりおばさんだね。彼女も同じ体験をして、どんぐりが置いてあった。でも記憶がなかった。中身を入れ替えられた、なんてどうだ？この村は子供がよく消える、いわゆる神隠しの村。戻ってきた子供の足元に置かれた稲やどんぐりは、対価として差し出された供物の残骸かな。庭に蛇がたくさんいるのも、普通の村じゃない感じがするよ。村そのものが異界との接点なのかもな。この話は、私が幼少期の頃に起こった出来事です。まだ札幌が戦後の荒野から発展して間もない頃に建てられた、木造長屋の家に、私たち家族は住んでいました。私のおじいちゃんは昔、郵便局員をしておりましたが、戦時中に空襲を受けた際に亡くなったのだと聞いています。唯一の形見は、郵便局勤めのおじいちゃんが着用していた古い制服でした。制服といってもあるのは帽子とコートだけ。コートの下に着る上下の服や靴はありませんでした。ほとんど写真も残っていない時代でしたから、家族は形見である制服を捨てられずにいたのだと思います。その制服は、家の長い廊下の途中にハンガーでかけておいてありました。家の廊下は、当時子供だった私にとっては、結構な長さがあると感じました。廊下は L 字になっていて、一番突き当たりにトイレがあり、寝室はその反対側の突き当たりに位置していました。ですから、どうしても夜トイレに行きたくなったらその廊下を渡り、形見である制服の横を通ってトイレへと向かわなければなりません。ある日の晩、家族みんなが寝室で寝ていると、夜中に私だけ目を覚ましました。昔に建てられた家ですから、色々建て付けも歪んできており、寝室の襖もしっかり閉まらないような状態です。隙間風もどこからか通り抜けており、寒さで目が覚めてしまった感じです。一度目が覚めてしまうとどうしてもトイレへ行きたくなってしまい、仕方なく私は廊下を通ってトイレに向かいました。夜中の廊下はいつも以上に暗く感じました。今まであまり感じたこともなかったのですが、特に例の制服がかかっている場所だけ妙に暗く見えた感じがします。冷え切った廊下を恐る恐る歩き、その制服のかかっている場所を通った瞬間、明らかに人の気配を感じました。突然の異変に、思わず体が硬直します。家族は全員寝室で寝ているのですから、そこに人が立っていること自体ありえません。ですが息遣いや鼓動まではっきりと伝わってくるように、誰かがそこにいたんです。
私は恐怖に耐えながら急いで廊下を突っ走り、奥にあるトイレに駆け込みました。震えながらトイレの扉を閉めて用を足していると、ミシッ、廊下からトイレに向かって人が歩いてくるような足音が聞こえてきます。息を殺しながら廊下を伺うと、どうやらトイレの扉の向こう側で足音は止まりました。恐怖でたまらない状況でしたが、ずっとトイレにこもっているわけにもいきません。意を決した私は、トイレの扉を勢いよく開けて、廊下を駆け抜け、寝室に戻りました。不思議なことに、トイレでは確かに足音が聞こえていたのに、扉の前には誰もいませんでした。廊下にも人は愚か、気配さえ消えていました。一体さっきのは何だったんだろう、と思いながらも、布団に入って寝ようとしたのですが、気が高ぶってしまいなかなか寝ることができません。すると、またミシミシと廊下を歩く足音が聞こえてきました。先ほどと同様に、今度はゆっくりと寝室へ近づいてきます。そして足音は寝室の前でピタリと止まり、今度はその襖の隙間から人が覗き込んでいるかのような目線を感じたのです。私は恐怖でその襖の方向を見ることはできませんでした。隣で寝ている両親を起こそうともしたのですが、体が動かず声も出せません。かろうじて頭だけは動かすことができたので、頭を寝室の入り口とは反対側に背け、見ないようにしてじっと耐えていました。気づくと両親に起こされて、朝になっていました。目を覚ますと、すぐに両親が私へ訪ねてきました。廊下の制服、ぐちゃぐちゃになっているんだけれど、なんでか知ってる？私はゾッとしました。当然ながら、私は廊下を勢いよく走って寝室に戻った際に、かかっていた制服を引っ掛けて落としてしたりはしていません。廊下を見てみると、トイレの方向に制服用の帽子が、制服のコートは寝室側へと散乱していました。恐怖でパニックになっていたとしても、制服を落としていればさすがに気づきます。正直に昨晩の体験を両親に話すると、思いのほかすんなりと両親は納得してくれたようで、後日制服をお寺に持って行きを焚き上げしてもらいました。制服は私のおじいちゃんだけでなく、複数の郵便局職員が使っていたものだったそうです。ひょっとすると、おじいちゃんだけでなく、他の職員の方々の様々な思いが染みついていたのかもしれません。制服を供養してからは、その廊下で同じ現象は二度と起こっていません。郵便局員の制服の帽子とコートだけ廊下に、着るものを失った服そのものが、任務を継続しようとしていたから、足がないのに歩く音が聞こえるんだろうか。トイレまでついてきて、寝室の隙間からも覗き込むなんて、おじいちゃんにしては怖すぎない？本人じゃない可能性が高いな。複数の職員が使い回していた制服だし、空襲で亡くなった大勢の無念が、繊維の一本一本に染みついていた、とか。朝起きたら制服がバラバラになってたのが、私にとっての怖いシーンだよ。寝室に入ろうとしたけど、体がないから、もがいた結果なのかな。どれもが昔の記憶の話だったな。みんな、小さい時のことを覚えてるのかな？記憶は時間とともに改変されるけど、その時に感じた本能的な拒絶は嘘をつかない。昔の思い出だと思って油断してると、隙間からどんぐりや古い服がこぼれ落ちてきそう。みんなの幼い頃の記憶に、名前も知らないのに顔だけ覚えている大人が、いないことを祈ろう。きっと、今も気づいてもらおうとしている。私の場合、忘れちゃってる人の方が、多いと思うから、多分大丈夫？忘れられた側のことも気遣ってくれ。向こうも覚えてないでしょ。それじゃ、今回の活動はここまで。気をつけて帰ってねー。